皆さんこんにちは、ももかです。今回はね、リクエストのあったマインドノートの作り方と、インスタでちょっと質問を募集した時に質問があった前向きになれる本を2冊ちょっと今日は紹介していこうと思います。ちょっとね、私もマインドノートとかって始めたばっかでみんなの参考になるかどうかわからないんだけど、簡単にね、今回紹介していこうと思います。それでは動画スタート。まず私がマインドノートを始めたきっかけっていうのをちょっと簡単にお話ししていこうと思うんですけど、私の前の一昨年ぐらいの動画を見てくれた方はわかるかなと思うんですけど、私は新卒で入社した会社を適応障害になってしまって2ヶ月で早期退職をしたんですよ。その時に適応障害の治療法として一番自分がいいなって思った方法っていうのが、自分の感情をすべてノートに書き出すっていうことだったんですね。でそれを今でも続けてるっていうような感じでマインドノートを作ってます。で、もともと私は HSP っていうハイリーセンシティブパーソンっていう病気とかではないんですけど、ちょっと繊細な性格の持ち主っていうのもあって、人の顔色を伺ったりとか、感情を気にして日々生きてきたような人間なので、すごいネガティブな感じ。例えば自分が外に出て、これ自分しなきゃよかったなっていうのをお家に帰ってきて一人反省会をしちゃうみたいな、そんなネガティブ女だったんですよ。なんですけど、それが一つの私のコンプレックスでもあって、でもそういう自分を変えたいって思った時にやっぱいいなって思ったのが、自分の感情を文字に起こすっていうことだったんですね。ノートにもう一人の自分を作って客観的に自分を見つめるっていう意味でも本当にいいなっていう風に思ったので、今回は2年前からやってるマインドノートの作り方とかを紹介していこうと思います。で、最初はちょっと簡単にね、手帳の後ろ側についてる方眼のページとかあるじゃないですか。そこにもう感情を思ったままに全部バーって書き出せたんで、もう全然おしゃれさとか自分のノート、自分だけのノートみたいな感じではなかったので、ちょっと今回は紹介しないんですけど、今年始めたマインドノートを紹介していこうと思います。で、まずちょっとちらっと見えてるんですけど、私が使ってるマインドノート、今年使ってるマインドノートがこちらです。無印のルーズリーフを使ってマインドノート作りをしてるんですけど、もともと2025年はスケジュール帳とマインドノートを一緒にしようと思ってて、いろいろ手帳を見てきた中で無印が一番自分ノート作りやすいだろうなっていうふうに思ってこちらを選びました。スケジュール帳はこんな感じで、ルーズリーフ、無印に枠のついたマンスリーのルーズリーフが売ってるんですよ。これを使ってマンスリーページを作ってます。マンスリーをちょっとちらっと紹介するとこんな感じ。ここにトゥードゥリスト書き出したりとか、あとは最近私 YouTube をちょっと頑張りたいなって思ってるので、 YouTube に対しての自分の目標だったりとかを細かく書き出してるっていう感じですね。あとは余ったところとかに今月の目標だったりとか、あとは自分を励ますような言葉とかを書いてるっていう感じですね。こんな感じでマンスリーページをやってます。で、肝心のマインドノートの方はっていう感じなんですけど、マインドノートの一部を見せるとこんな感じ。付箋でね、なんか名言とか著名人の名言とかを書いたりとか、私よく日常を過ごす中でこの言葉いいなって思ったことを結構スマホのメモ機能に残すようにしてて、そのメモしたやつをお家に帰ってきてこのマインドノートにまとめるみたいなことをいつもやってます。ちょっとね、私が生み出したというか、もしなんか先に言ってる方がいたらちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと一個私が大切にしてる言葉をね、紹介しようと思ってて、それがこちらなんですけど、悩みすぎるより美味しい紅茶を飲めっていうこ
の言葉をね大事にしてるんですよ。それはね、簡単にどういうことかっていうと、私すごい紅茶が好きで、ここにもね紅茶があるんですけど、紅茶が本当に好きで、紅茶を飲んでるとその日にあった辛いこととか悲しかったこととかも全部吹っ飛ぶぐらい本当に紅茶が好きなんですよ。でね、紅茶を飲む時間、自分にとってはちょっと小さな幸せではあるんですけど、なんか悩んで一人反省会とかをするよりも、美味しい紅茶を飲んで明日からはこれをしないようにしようとか、明日からの自分のことを考える時間に当てようって私は思って、この言葉を大切にしてるんですね。もう私の場合は紅茶なんですけど、紅茶じゃなくてもいいんですよ。例えば食べ物とか、キムチ鍋が好きだとしたら、キムチ鍋を食べてる時は本当にどんなに嫌なことも忘れられるっていう、簡単に言えばそんな感じですかね。こういう言葉を大切にして生きていきたいなと思って、いいなと思った言葉をバーって書いてるっていう感じですね。あとはこのノートにもう一人の自分を作って、それを自分がなりたい理想の自分を作るとします。で、その人が何をやってその理想の自分になったかっていうのを書き出すっていう感じですかね。この理想像の自分に近づくために何をしなきゃいけないかっていうのを書いてるっていう感じです。本当に私なんてまだ本当に結果も出せてないし、全然説得力ないとは思うんですけど、将来的にね、このやり方で自分がねどんどんいい方向に行けたらなというふうに思って、願いを込めて、ずっと最近はそんな感じで書いてます。あとはね、本当にちっちゃいことでもいいんですよ。日常のワクワクすることだったりとか、そういうのを細かく書いて、自分の取説を作るみたいなイメージで書いてマインドノートは作ってます。例えばね、私結構可愛いお洋服とか可愛いピンクのものとかすっごい好きなんですよ。でね、ロフトとか、あとはルミネに行くのもすっごい好きで、自分の好きなお店とかを書いたりとか、このページはすごい好きなことを全部書き出したっていう感じのページ、こういうページも作ったりとかしてます。あとはこれだね、2025年やりたいこと、こんな感じで今年1年を過ごしていく中で絶対叶えたいこととかを全部細かく書き出してます。本当にちっちゃいことでもいいんですよ。例えば今年は本を絶対10冊読むとか、そういうちっちゃいことでもいいんですよ。全部書き出して、書き出すことによって自分の頭の中に残るので、このやりたいことを叶えるためにはこれをやんなきゃダメだっていう風に自分の頭の中でやるべきことをトゥードゥ化できるので、こんな感じでやりたいことは全て書き出してます。あとはやりたいことの他に欲しいものとかも全部書き出してます。あとはちょっとこれおまけなんですけど、私はちょっとマカロンを作りたいなと思ってレシピとかも全部書き出せたりしますね。はい、マインドノートはこんな感じで最近は作ってます。大丈夫かな、これ参考になりますかね。本当にちょびっとでも参考になってくれたら嬉しいです。最近インスタで質問を募集した時に、おすすめの前向きになれる本はありますかっていう風に質問をいただいたんですけど、今回2冊紹介したいと思います。まず1つ目がこちら、まゆねっていう方が書いた幸せメンタルを作る100チャレンジっていう本。これを結構去年の春ぐらいから読んでるんですけど、本当に私みたいな繊細な性格の人に本当に読んでほしいなっていう本で、本当に日々のちっちゃなことの積み重ねではあるんですけど、自分を好きになる自己肯定感がアップするような言葉だったりとか、あとはこれをこうすると自己肯定感が上がるよっていうのが本当に簡単に分かりやすく書いてあるので、すごいこれはおすすめです。はい、ということで続いて2冊目を紹介したいと思うんですけど、ちらっとちょっと見えちゃってるんですけど、こちらイーストプレスから出てる高野てるみさんが書いた高校シャネル、仕事と人生がもっと輝く高校シャネルの言葉っていうこの本を最近読んでます。この本は正直この本の表紙が可愛すぎて一回手に取ったんですよ。で、中をペラペラってめくった時に本当に響く言葉がこんな感じで簡潔に書いてあって、この言葉に関する内容が左側にずらーっと書いてあるっていう感じの本なんですけど、本当に
ココシャネルさんってこうファッション業界のトップで活躍してた方じゃないですか。そういう方のこう仕事に向けるエネルギーとか、そういう仕事に対する気持ち、感情とかっていうのがやっぱりこうまだ未熟な私にとってはすごい響く言葉がたくさんあったりだとかするんですよ。でそういうのをこう読んで思ったこととかをさっきのこのマインドノートとかに書いたりとか、そんな感じで最近はマインドノート作りをしてます。なんかやっぱりちょっと話すのが下手なのですごい説明が下手くそなので分かりづらかったかもしれないんですけど、ぜひ今後もこういうマインドノートとかの作り方見たいなって思った方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。